皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道においては細かなニュースについては取り上げてくれません。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。つい先日、ウクライナ情勢関連の話題として北朝鮮軍が初めてウクライナ軍と交戦、北朝鮮軍の部隊が全滅したかもというような話題を取り上げました。なお、この話題は投稿してからわずか1日で10万再生を突破しており、多くの人たちがこの話題に注目していることが分かりました。ただしその動画において私はあくまでもこれは第一報であり、映像の証拠が出ているわけではない点については注意してくださいという話をしました。今回の動画ではその続報とプラスアルファ、北朝鮮兵がウクライナ軍の攻撃でやられているという映像などについてのご紹介もしていきましょう。ただし今回紹介する話は公開された映像そのものを皆さんにお見せすると YouTube の規約に違反する形となってしまいます。これは YouTube で定める人体の損傷や人の亡くなるシーンそのものを直接見せることは通常できないからです。その点についてはご了承ください。まずはウクライナ軍と戦って全滅した部隊、その生き残りのインタビューとされる動画が公開されました。ただしその映像では兵士は非常に深い傷を負っており、皆さんにその状態を直接お見せすることはできません。兵士はベッドに横たわっており、血が染み出した状態となっています。その部分については青い四角で覆っておきました。さて、生き残った北朝鮮兵士の証言、どのような内容だったか。40人いた北朝鮮兵でたった1人生き残った兵士がクルスクの戦場の惨状とロシア人がどのように北朝鮮人を扱っているかについて話した。ここからは兵士の証言です。俺たちは約40人いたがみんな死んだ。俺一人だけが残っている。もう失うものは何もない。ロシアの犬どもが俺たちを突撃させた。敵は砲撃とドローンで俺たちを追った。地獄からの悪魔、バーバヤーガだ。バーバヤーガとはスラブミンマに登場する魔女のことです。俺の仲間のキムとミンホは即死した。キムの頭は吹き飛ばされ、俺は彼らの死体の下に隠れていた。ロシア人は俺たちに要塞を築き、施設を守る任務だと約束したが、実際にはクルスク地域での攻撃に送り込まれた。ウクライナ人がみんなを殺したが、その死の責任はロシア軍とプーチン大統領にある。彼は我らの偉大なる指導者、太陽のようなキム・ジョンウンを欺いた。これはまさに肉引き機だ。50年の間にこんなものはなかった。祖父は祖国解放戦争、朝鮮戦争について話していたが、この戦争は本物の地獄だ。ロシア人は何も支給せず、事前の情報も弾薬も通常の武器もないまま、俺たちを攻撃に送り込んだ。ウクライナ人はロシア人にはない優れた戦闘技術を持っている。俺たちはおとりとして使われたんだ。プーチン大統領、あなたの軍は弱く、この戦争に負けるだろう。俺たちの仲間は、あなたの軍の混乱のせいで死んだ。これは戦争じゃない。虐殺だ。俺は偶然生き残った。彼らは俺を避難させるつもりはなかったが、俺は自力で脱出できた。ロシアの指揮官は戦闘で死ななかったことが祖国への裏切りだと言った。彼らは戦闘員を使い捨ての木製橋のように扱っている。クルスク地域はもはやロシアのものではない。ロシア軍はウクライナ軍を排除できない。彼らは強力な勢力を持って塹壕に陣取っている。ロシア人は本来自分たちでやるべき任務に俺たちを使っている。彼らは多大な損失を出しており、そのため俺たちを攻撃に送り込んでいる。これは罠だ。俺は山のような死体を見た。ロシア人はそれらを戦場から運び出さない。燃えた機械と人間の肉片があちこちに散らばっている。ロシアはこの戦争に勝てない。ウクライナ軍はすでに彼らの領土にいる。これは軍事的敗北だ。なお、この生き残りの兵士の証言だとする映像については、韓国の中央日報紙は該当の映像の真偽については確認されなかったと、その信憑性について判断を保留しています。また、韓国放送公社 KBS のインタビューを受けたゼレンスキー大統領は、10月30日現在まで北朝鮮兵力は戦闘に参加していない。彼らはクルスクで戦闘に参加する準備をしているとし、ウクライナ軍と北朝鮮軍が初の交戦を繰り広げ、北朝鮮軍に戦死者が出たというメディアの報道は事実ではないと一線を引いた。新しい映像が出たものの、だからといって北朝鮮軍の部隊が初めてウクライナ軍と戦ってこ
これが全滅したという話、結局のところその裏付けを取ることはできませんでした。ただ、真偽を確かめることはできてはいませんが、ウクライナ軍にとってはおそらく有利になるであろうと見られるようなこの生き残りの兵士の証言。ウクライナ側がこれを否定している以上、ちょっとその意図については測りかねるところです。続いて北朝鮮兵士たちの関連動画、新しい映像が出てきました。塹壕陣地の中に多くの兵士たちがかなり固まっています。そこにドローンがやってきて青く塗りたくられた爆発物が投下されます。塹壕陣地の中に落下、そして多くの兵士たちを巻き込む形で爆発が起きました。YouTube 上ではこうした直接的に人を殺害する場面についてはちょっと見せられませんから、あくまでも静止画でその直前のところまでで押さえておきます。この話についてもインターネット上でちょっと拡散が進んでいるようなのですが、ファクトチェックによるとこの映像は2022年のミャンマーでの出来事のようです。ミャンマーでは政府軍とこれに対抗する反政府軍、様々な部族や様々な民族、様々な軍閥といったものが入り乱れる形で戦いが起こっており、単純に政府に対抗する民主派の人たちや、それとはまた別の自分たちの勢力として独立を目指す人たちなど、本当に様々な思惑で戦闘があちこちで起こっています。そしてこの映像そのものも今より2年前の政府軍に対する攻撃を捉えたシーンで、北朝鮮兵士たちに対する攻撃ではなかったようです。まあただし多くの人たちが関心がある北朝鮮兵はドローンによる攻撃に無防備だという話を裏付けるような内容があったため動画の拡散が進んだようです。では現在の北朝鮮兵の動向はどうなっているのでしょうか。アメリカはこのように見ています。ロシア、北朝鮮兵を近く前線へ、クルスク州に8000人。ブリンケン、アメリカの国務長官は、ロシアに派遣された北朝鮮兵が数日以内にウクライナ軍との戦闘に投入されるとの見方を示し、ウクライナとの戦闘に参加すれば、北朝鮮兵は正当な軍事標的になると警告した。ブリンケン長官は、ロシアにすでに約1万人の北朝鮮兵が派遣されていると指摘。このうち最大8000人がウクライナが越境攻撃を行っている西部クルスク州に配置されているとし、数日以内にこうした北朝鮮兵がウクライナ軍との戦闘に投入されるとの見方を示した。ウクライナとの戦闘に北朝鮮兵を投入することはロシアの明確な弱さの表れと指摘した。また、オースティン国防長官は記者会見で数日以内にウクライナに対する新たな安全保障支援を発表すると表明した。また、ロシア軍は1日約1250人の犠牲を出しているとし、これに比べると北朝鮮兵の数は取るに足らないと指摘した。極東地域の訓練場で順応訓練を行っていた北朝鮮兵たち、現在では続々とクルスク州へと移動しているようです。そのため、ウクライナやアメリカが認めるような形での初めての戦闘といったものも秒読み段階に入っているようです。では、現場のロシア兵たちは北朝鮮兵に対してどのような思いを抱いているのでしょうか。韓国の朝鮮日報はこんな話を記事にしていました。ロシア兵、下線を引きながら韓国語を勉強するもお手上げ状態。全然わからない。ロシアに派兵された北朝鮮軍がロシア兵との意思疎通に苦労しているという話が出回る中、あるロシア兵が韓国語を勉強し、その難しさを吐露する様子がカメラに捉えられた。動画にはロシア軍とみられる兵士が土の上に座り、紙とペンを持って韓国語の会話を勉強する様子が映っている。この紙には、こんにちは、お会いできて嬉しいです。どうしましたか？わかりました。など、基本的な韓国語の文章が書かれており、右側には発音とロシア語の意味がついている。一部の文章にはアンダーラインが引かれていたり、丸で囲ってあったりするなど、勉強した痕跡が伺える。動画を撮影している男性が、勉強はうまくいっているのかと聞くと、この兵士は、クソと下品な言葉を吐いた。撮影者がどうしたんだと重ねて聞くと、この兵士はケラケラと笑いながら、どういう意味なのか全然わからないよと答える。兵士はどこから来ましたかと書かれた部分を指して、難しい、本当にわからないと言って、再び下品な言葉を口にした。また、X には韓国語とロシア語で作成された軍事用語の冊子の写真も投稿された。冊子の表紙にはロシアの国旗と北朝鮮国旗が描かれ、その下には兵士と将校たちは戦場での効率的な意思疎通のために
次の韓国語を覚えなければならないと書かれている。冊子には基本的な会話のほか、どの部隊から来ましたか？階級と職責は何ですか？あそこに向かえ、助けてくれ、伏せろ、攻撃せよ、我々は捕虜にならない、など戦場で使われる会話が書かれている。韓国国家情報院もロシア軍が北朝鮮軍にロシアの軍事用語100語以上教えている。北朝鮮軍が覚えるのに苦労しているという話が聞こえてくるため、コミュニケーション問題の解決は不透明だと推測されると報告した。なおロシア軍としては北朝鮮兵30人あたり通訳官1名プラスロシア兵3名をあてがうとしています。ただしこの通訳官が本職としての通訳の仕事をしている人なのか、単純に今回の記事で出てきたような今すぐ必要な言葉を覚えろと命令された兵士がつくのかはわかりません。このようにかなりグダグダな感じは伝わってくるわけですが、しかし北朝鮮の動きは日本にとっても無視できるものではありません。日本の安全保障上非常に大きな問題が進行中です。北朝鮮発射した ICBM は新型火星19と報じる。金正恩氏、敵に我々の意思を知らせた。朝鮮中央通信は北朝鮮が10月31日に発射した大陸間弾道ミサイル ICBM について新型の火星19の発射実験だったと報じた。火星19を最終完結版の ICBM だとしており、技術開発の進展を誇示した。火星19の発射が伝えられたのは初めて。北朝鮮側も今回は情報発信を積極的に行っています。今回の発射実験の関連の兵士たちと共に、金正恩氏も写真に収まっています。そして PR 用にドローンを飛ばしての空撮も行われていたようです。発射時の映像などについては NHK で報じられるなど日本にとっても重大な影響があります。朝鮮中央通信によると最高高度は 7687.5km、飛行時間は85分56秒だったとしてミサイル能力の最新記録を更新したと報じた。韓国の連合ニュースは北朝鮮が公開したミサイルが噴射する炎の色や形の写真から燃料注入に時間がかからず迅速な発射が可能な固体燃料式エンジンが使われたとの見方を伝えた。朝鮮中央通信によると発射実験には金正恩総書記も立ち会い、今回のミサイル発射を確実な成功、我々が確保した覇権的地位が不可逆的なことを世界に示したと主張した。米韓を念頭に敵に我々の意思を知らせたとした上で、核・ミサイル開発を継続する姿勢も強調した。北朝鮮は挑発行為を続けており、今回のような高角度のロフテッド軌道ではなく、通常角度で発射を強行する可能性も懸念されている。日米韓は7度目の核実験も警戒している。北朝鮮兵部隊による初めてのウクライナ軍との交戦、それに伴って全滅したという話については、今のところ信憑性の高い情報といったものを得ることはできていません。何しろウクライナ側も否定していますし、ロシア側としては兵士たちがクルスク州にやってきて今戦闘準備をしているという話をしている段階で、双方ともに北朝鮮兵が戦って全滅したといった話はしていません。基本的にどちらでもないところから情報の投稿が続いており、なんとも不思議な情報戦になっています。ただしこの話の真偽がどうなったところで、ウクライナ、ロシア双方の見解としてもクルスクで北朝鮮兵士たちが戦闘に入るのはもう秒読み段階であり、結果としては多くの兵士たちが死傷することになるでしょう。戦闘の激しさから言えばウクライナの東部戦線が非常に激しい戦いが起こっているわけですが、クルスク州における戦いも激しさという点では別に劣るわけではありません。東部戦線の激戦とプラスアルファクルスク州での戦いといったこともあって、ロシア軍の死傷者数については過去最高水準に達していることを見逃してはなりません。とはいえ戦場に与える影響が少なかったとしても、北朝鮮が今回の戦いに兵士を派遣したことには日本も関わりがあります。今回ご紹介した記事の最後は北朝鮮の ICBM の開発が進んでいることを示しているものでした。この ICBM というのはアメリカを射程圏に入れることを目的としており、日本はとっくの前の話としてすでに北朝鮮のミサイルが届く状態になっています。最高レベルの兵器の水準が上がっていけば当然のようにそれより下の兵器についてのレベルも上がっていくこととなります。核ミサイルを移動できるトレーラーも随分昔から作り出していますし、そしていつでも発射できるように
固体燃料ロケットエンジンの改良も進んでいることでしょう。そして今まさに注目されているのが核兵器の実験です。ICBM というのはその弾頭に核を乗せていなければ威圧効果は低いものとなります。しかし一発だけ乗せているというのであればこれを迎撃破壊するといった手もあるでしょう。しかし米ソ冷戦時代からこうしたことは考えられていますから、核兵器の一つ一つの弾頭について小さくそして多く搭載することによって迎撃を困難にさせる技術というものがあります。現在の北朝鮮の目指す方向性としては、核実験などを通して自分たちの核技術についてのレベルを上げて核弾頭の小型化、そして多弾頭化といったものを進めることでしょう。それが終わった後にはさらにもう一段上の破壊力を上げるためのいわゆる水爆の開発などに取り組むものとみられます。そしてこのような開発を進めていくにあたっての北朝鮮としての頼みの綱はロシアです。ロシア製の ICBM の技術そのものを移植しているわけではないでしょうが、しかしロシアと北朝鮮との関係が深まり、そして軍事技術の供与などについても協議がなされていることが発表されています。ですから北朝鮮が求める軍事技術というのはいわゆる通常兵器のための軍事技術ではなく、核兵器やもしくは ICBM 関連の技術だと思われます。これらの技術発展が進めば、その周辺国である日本も当然のように危険な状態になるわけで、だからこそウクライナへの支援は非常に重要なものだと言えます。ちなみに核兵器の開発が進んだってだからなんだというふうなことを言う人がいますが、現在核兵器が抑止力として効いている状態だからこそその脅威を忘れている人も多いわけですが、実際に核兵器を使うシナリオといったものは存在するので、その脅威について忘れてはなりません。では一体どのようなシナリオかといえば、それは核兵器を特殊兵器ではなく一般の通常兵器扱いして大量に使用するようなことが起これば、それは世界が激変するということです。そんな恐ろしいことをすればその国は終わりだとものすごく短絡的な答えを出す人がいますが、現実はそうではないというのが直視しなければならない現実です。例えば北朝鮮における核兵器開発が進み、核ミサイルも核弾頭も非常に大量に製造保有した場合において、半分を例えば韓国側に撃ち込んで残りの半分を反撃用として残した場合において、果たしてその北朝鮮と戦おうという国がどれだけ現れるのかといった問題があります。一応韓国は米韓同盟があってアメリカの自動参戦といった形にはなる予定ではあるものの、核兵器を大量に使用した北朝鮮に真っ向から戦いを挑むかどうかというのはその時代の大統領の決断にかかっています。現在ロシアがウクライナに侵略していても、それでもなお貿易関係を通常通りに行う中国のような存在などもあることからもわかるように、国際秩序の乱れた状態といったものは核兵器という最終兵器を通常兵器化してしまうという本当の意味での地獄の門を開くシナリオも存在するのです。その点についてはお忘れのないように。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった方はぜひとも評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また他の方への拡散もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。